思い切って撮影開始ボタンを押しました。 YouTube クラシック音楽道場、ご覧いただきありがとうございます。目の前にあります楽譜はショパンバラード第1番、皆さん大好き人気曲、名曲オーパス23っていうのは若い頃のショパンのなんか卒論みたいなね、若かりしショパンのもう集大成という、そういう位置づけにあると言っていいんじゃないかな、この曲。大勢の人が演奏されるでしょう。憧れの曲でしょう。一つですね、いろんな演奏法があると本当はいけないと思うんだけれど、ショパンの楽譜、一体何が書いてあるか、その通りに、私ね勉強してまいりました。普段はねこちらのページは、こちらのチャンネルは、和声のことを言ってますが、今日はそれをさておき、楽譜に書いてあることをとことん弾くというのはどういうことか、ショパンバラード1番にてお見せしたいと思います。最初が4分の4拍子のラルゴ、フォルテ、ペザンテ、長いスラ、全部やります。ちゃんと数えます。せーので1、2、3まで数えて4、ここで動いて、で重々しく3、4でディミヌエンドしながら3、4と1というわけでね、ここでもう早速ですが、8分9分3、4、このファシャープっていうのはこの、ゲーモールト短調のね音楽の同音というね、ドミナントという力を持っている、その大きな、結局和声の話してるけど、ハスドアの堂々とした響きからか細くなっていって、どこ行くんだろうと、ね、この8分9分はちゃんと聞く。で1拍目の9分も感じて、1と2と3ととで、というわけで4拍目というのが3連符、2連3連はちょっとなんか少しルバート気味になってもいいんじゃないかな。ちゃんとこの3連符を感じましょう。ちょっとね、ですにと3連符といでとでにとで、これもね難しいですけど、いでとで、これは普天8分と16分、ちょっとこの16分が早めになるかな、で3連符の方がゆっくりめになるかな。しっかり数えてればこれをできると思います。いでとで2と3で4拍目が四分九分です。そしてここ慌てないでちゃんと全部完璧に数えましょう。ちょっと間が空きすぎたかな。いでとで2とで3、4、1、2を数えて3拍目がアクセントで、クレッシェンドする。ここのね弾き方はいろいろあると思いますけど、多くの方はそうだレソってこの前の小節に弾いちゃうことが多いんじゃないかな。でもどっちでも構わないですけど、大事なのはクレッシェンドして、この音が変なんですよね。本当はね、G マイナーの、ドミナント白くって呼ばれる音なんですけど、これわざわざねミの音で不協和音、単9度の音を使って痛々しい響きにしたいのがショパンの意図です。これもなのでね、それをこのクレッシェンドマークっていうのはショパンのその痛切な思いというのがこもっているんでしょう。ここにこうする場所を最初に言っちゃうと、ここなんですね。35小節に全く同じ音がある。というわけでね、この後だんだん音楽が速くなっていく。まだ速くならないけどね、ショパンはね
このミの音を非常に大事にしてる。もう一箇所あるのが終わりの方なんですよね。エラドシソこれわざわざシソわざわざなんでミなんだろうというレセラセラソレス、これはソシレっていうねゲーモールの音だ。ララドレシソ、もう古い版だとドシソレシソドレ、もうそのまま、ね、レになってるという版もあると噂を聞きましたけど、ショパンはわざわざミにしているという、これは非常に大事にしたい音だということをつい説明してしまいましたが、このねいかがでしょう。楽譜から読み取るっていうのはこういうことなのかもと言っていいでしょうか。でミを強調3、そしてね4拍子を4まで数えて、こっからこれ必ず左手の9符、そして見えますかね、右手のシの音は長く伸ばしておく、ちゃんと。でここから4分の6拍子は1ツツ2ツツ1ツツ2ツツ3ツツ青2タクトで1ツツ2ツ、まあ私はこういうふうに数えることにしてるんですけど、完璧に数えましょう。左手の9符ですね。4と1、2、3、4で1ツツで左手を弾く瞬間まで伸ばしておいて2ツ、ようやくテーマが出る。さあテーマの弾き方はアクセントがついてペダルをちゃんと踏み続けて、もちろん当然かもしれませんけど、でさっきね予習しながら考えてたのは、これペダルなしで弾くと2分音符、不転四分音符、四分音符、ここまで音が伸びていて、ラの音を弾いてる時にはこの下の周りの123の指が伸びていて、ちゃんとね要するに伸ばしておきましょうということらしいです。でラで話す、そこまで厳密に考えるべきかどうか。でも相手はショパンですからね。でラソと、ここで音がどんどん細くなって、まあ和声としては全終止するというふうにちゃんとね、これ毎回大体そういうふうに、大体中かな、この形の場合毎回そうじゃないかなというわけで、アクセントから伸ばして単音になる。この瞬間に完全にその音の単音、一人っきりのショパン、遠い異国の地で僕はたった一人で死んでいくのだろうかという予感をねしながらショパンはワルシャワを旅立ってます。私はショパンの手紙を読んでますので、そういう一文があります。ショパンはもう二度と自分は帰らないことを、ショパンワルシャワ出るときに予感していたんです。それを感じ取りましょう。ここの悲しくなっちゃった孤独感を表現するんです。これがショパン芸術です。絶対に給付を、周りの孤独を聞いて、ポルタートだからね、これはペダル当然使うで、また孤独、絶対に踏みっぱなしにしない。ショパンは孤独です。一人っきりです。ペダル踏んで一人っきりです。で絶対にここの給付、全部の音が消えます。心の空白、虚無感。もう先行きますね。周りの音の給付をちゃんと聞く。孤独を聞き取る。ショパンの孤独を聞き取る。何もなくなる。ペダルを離す指だけ孤独で、ここでアクセント、ここでちょっと初めて給付がなくなるのかな。でこの場合はね
不点二分音符とミとラの音を伸ばしておいて、ここまでね、最後はミラドっていう和音になるというふうに厳密にはそう考えていいんじゃないかな。でドシャープの孤独を聞き取って孤独を聞き取って孤独を聞いて、まあね、今日はどうだ、ここのね、右上の方に見えますか、ペダルのこのダンパーはペダルを踏んだらダンパーが当たる、ペダルを離したら、ここをどうぞねご覧いただければ、もう極力正確にショパンのペダル芸術を成功させようと努めていきたいと思います。ご参考にしてくださいませ。パね、だるまさん転んだ。たとえショパンコンクールの入賞者がこう弾いてないとしても関係ありません。これが芸術です。コンクールと芸術は別物かもしれない。残念ながらこの給付を成功させましょう。頭息出ちゃうね。右手の孤独、はい、まあでもしね、だんだんねアクセントがなくなっていくのかもしれない。これないんですよ。これカッコされてるって。だんだんね、このドーっていう強いドミナントっていうのがなくなるのかもしれませんね。で、回るけどそんな強いアクセントはなくしてみようかなと。で、やっぱり回りますで、毎回ショパンの孤独を表現する。もう声強くなっちゃう。右ね。で、ここはなんだっけ、ポルタートとこの可能な限りこのドのね、二分音符を二分音符、まるで何かね、運命の鎖にねつながれて、もう足かせがもう自分の帰りたくてもね、もう帰れないんです。ここにまさに足かせ、ショパンの運命。二分音符しっかり伸ばしましょう。で、給付もある。はめられた足かせ、ショパンの運命やいかにで、うねうねうってね登っていく。ここも難しいんですけど、いちいちアクセントこうね、ちょっと長めに弾くなんていうのもねコツかもしれませんが、ペダルを使っちゃうとこれ濁りすぎるので、すごい厳密なことを言うと、このね右手のポルタートのためにペダルが必要なので、弾いた後でペダルを2回踏む、離してペダルっていう風に踏むのと成功するかな。アクセントペダルアクセントペダルアクセントペダルで、こういうね装飾音、このトリラの前に書かれているように見えますが、ショパンの装飾音っていうのは本当にこの白頭に揃えるっていうのがおすすめです。これ前にねダラダラってね出しちゃわない。つ4つつでクレッシェンドした先はドミナント四六という大事な和音、しかも長調ですね。でペダルでクレッシェンドしていく。でこのショパンの裏技があります。ここのレド、楽譜に書いてある通りレド、このレっていうと前に出すのはあまりに味気なさすぎる。ショパンの非常に優秀なお弟子さんであったカミーユ・デュボアというね、生徒さんがいらっしゃいます。お見せしよう。デュボア夫人、素敵な素晴らしくね綺麗な女性なんですよ。もう写真見てびっくりしちゃった。
出てくるかな。デュボワ夫人はこの方です。綺麗ですよね。カミユ・オメアラ・デュボワ夫人という、この彼女がショパンのねレッスンをすごく熱心に受けて、でショパンの死後もそのねショパン芸術、ピアノ演奏をパリの街で、広めようとね修正、頑張っていらした素敵なね、方だったみたいです。パリのお母さんとね言われ続けたとかなんとかとかで、その方がショパンがレドってこうやって味気なく弾かない、まるでバロックの弾き方みたいに下の音からミラレドとねぐるぐると回して弾くようにショパンが望んだんですって。もう常にもうこういう和音と前段音があった時はもう全部それやって構わないからねってデュボワ夫人に言ったんですってね。ただ楽譜を見てるだけではこういう情報にはありつけない。これが伝統、ショパンの裏技、伝統を知ることでこう弾いてる人今ね増えてきてると思います。いいと思います。とても綺麗ですよね。ぜひ皆様もショパンの裏技を知って広めてください。で、お役に立ちましたら貴重な情報と喜んでいただけましたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もうどんどん引き続きねやっていきましょう。デュボワの装飾音ってことにしようかな。もうデュボワクレッシェンドでクレッシェンド、ペダルはしっかり和声ごとに踏み替えて、リテヌートとクレッシェンド、これ絶対忘れないでくださいね。本当はねゲーモールのはずなのが明るい A メジャーの音、割とね長調なんです。明るさを感じたいんじゃないかな。で行く前に単調じゃなくて明るくちゃんとペダル長く踏んでアクセントからなかなか難しい場所ですけど、ここで有名なのはレトで2突と3突ってで、ここまでがちゃんと16分音符で書いてあって、こっからが軽い8分音符っぽく見える。結局6連符で弾くんですけれど、ちょっとね普通に弾く音符と軽く弾く音符って弾き分けるといいと言われてます。で軽く間違えた、残念ごめんなさい。でアクセントでさっき言ったように、あともう一個ねこのスタッカートからのがスタッカート、場合によっては一回離してから本当にスタッカートの音を聞き届けてからペダルを踏む、このスタッカートを成功させるという奏法もあると思われます。さっき自分でどう弾いたっけ？でもねこれを一つのペダルで、ペダル下に書いてあるから、もうどの音ドシャープが濁ることをショパンが意図したのかどうかは分かりません。こういうパターンねたくさんありますよね。いやーどうしたもんだか。グレーゾーンどうしようかなと、皆さんも好きな方を考えてください。でアクセント、ごめんなさい、こういういや今日は和声のことは秘密にしよう。もうすごい大事なことがありますけど、こういう子も必ずちょっと難しいですけど、ちゃんと2分音符伸ばしておいて、伸ばしておいておしまいにする。ペダルはね難しいんですけど、1ツーツー
こでね、ここでペダル本当に離すこともね、実は慣れてくるとできたりもします。ただこれすごく難しいと思います。それはさておき、今大事なのは右手がちゃんと伸ばして、このね最後の音が引っかかって、ごめんなさい、引っかかって、もう後ろ髪を引っ張られるような、もうラミってこれね、まあ無理してつなげなくてもいいけど、もうなんていうかな、名残惜しい、名残惜しい、まだここにいたい、ずっとここにいたいのにっていうショパンのね、未練というものもね、この四分音符にこの長く伸びて、もう未練たらたら。でもね、アジタートにフォルテになった途端に休符です。未練が断ち切れるというね、この四分音符を絶対伸ばしましょう。ショパンの未練を感じながら、この未練が左手とぶつかる不協和音じゃなかったり、もう未練ちゃんと伸ばしてクレッシェンドして、ついに未練が切れる。はい、9分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 となるわけですね。まあはい、ここはすごく大事なところ、9分のあるのか伸びてるのかの差をしっかりね、もういいですか。ね、このドをアクセントはいちいちね、最初の音なんていうのはソシレの和音に入ってないいい音、不協和音としてので、次の音なんていうのはちょっと不協和音とは言えないけど、でもサーブドミナントトニカってなってるかな。アクセントね、いちいちもういちいちアクセントね、ショパン強い、やだって言っているように聞こえませんか。アクセント左手のアクセントでね、ここはね5つちゃんと間を、ここに休符がある、これを成功させましょう。慌ててバーッと先に行かない、1つとつとっていう風になるわけですけど、これ難しいのがこのね、最初ペダル書いてないんです。もちろん必要なんですけど、まあ必要というか、アクセントがだんだんここ最後ペダル離すのがね、これを踏みっぱなしにしちゃうとね、いけないみたい。難しいですよ。ペダルを離してきて、次はペダルを合ってるかな、ペダルを踏んで、合ってない、ペダル離す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 。でここなんてね、ペダル必要ないんです、ね、どれってちゃんとスラーで弾けるので、ペダル離す、ペダル離す、ペダル。これもね、よく見ましょう。このソシレっていう G マイナーの音はペダルがある。でこのね、1拍目の裏、ここはペダルなしです。でペダル離す、ペダル離す、ペダル離す。このね、和音の変化を聞き取りましょう。ペダル離す、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 ペダル。間違えた、ごめんなさい。離す。ドミってね、ドって伸ばさないで、8分音符を2つ聞き取りましょう。ドミド、これでね、よしってなもんで、どんどん先行きます。長いペダル、もちろん長いペダル絶対踏み替えないで、同じ和音だからで、そうアクセントなし。なんでないかというと、もちろんゲーモールの主音
同音主音というね、この同音主音というカデンツというか、全終止おしまいとなってる。それをショパン感じてるのかな。ここアクセントなしです。おしまいで、ファシャープがソフラットになる、こういうのをイメード音というのかな。そのフラットになることで、だんだん降りていって、このね、エストゥア変歩調調の第2テーマって言っていいのかな。次のテーマ、何回も2回出てくるかな。中間部のテーマに向かうのがソフラットかな。さらに降りてファーでカランドでスモルツァンドね、カランドでスモルツァンド、沈んでいって消えていってっていうことを日本語にするとそうなりますけど、シドって弾くのか、これもエキエル版ならではの音ということで、ここね、これ絶対このファーの音を伸ばしておきましょう。で、10度が届かない人はこれ多分ね、右手で取ることできます。絶対に最終的にこのバスのファとラの音がちゃんと伸びていることを聞いて、2頭と3頭と4頭と5頭、もうここまで踏みっぱなしです。この響き聞こえますね。この下の音が絶対聞こえるように気をつけましょう。カランドスモルツァンドしてるから時間はあります。はい、次、このアウフタクトでアクセントで目のモスト、ちょっとゆっくりめのテンポになるソットボーチェ、声を潜めるようにピアニッシモでメロディーが始まります。で、ペダルペダルペダルで、ペダル長いのかで離すって書いてあるペダルで、ちょっと最後離すか離さないか微妙なところですけど、同じ和音ですからね。で、アクセントでペダルペダルペダル、これこの左手のねペダル踏み替える瞬間の和声の変化、和音が変わる、このね、ここにドシシララソソ、なんかね、こういう隠れメロディーがあると考えてもいいかもしれません。ペダルを正確、こういう音がショパンが欲しかったのかで、ペダル、ここでねラこうねちょっと変わるんです。ペダルがバスの音にペダルがかかって、バスの音にペダルで、多分バスの音のペダルをショパンが意識したんでしょう。これがショパンの書いたことです。で、これ面白いのはこっちが2回目です。2回目っていうのはアクセントが最初にあってどんどん減衰していくって言っていいかな、スラに従って。なんで2回目か見えるのかな。1回目っていうのはここにありますね。これはアウフタクトから行き着いた音がアクセント。この差をねちゃんと引き分けましょう。はい、2回目はアクセントで降りていってペダルをで、わざわざねこのソファーシちゃんと3の指4の指ね、で4から私は3に置き換えてペダルがあって、ここにでもわざわざやりたかったんでしょう、ショパンが。ここの内声の長い音符も意識しましょう。で、ペダルを踏み替えてこの
ショパンらしいドミナントのサーティンスっていうふうに言っていいかな。この音にアクセント、ショパンのドミナントと名付けていいと思います。それを感じ取ってエスドゥアで8部3連符、8部8部3連符、このリズムを間違えないで、8部3連符3連符の四分音符の内声があって、これ有名ですけど、レミソね、このドでシレドシってまるでラフマイノフみたいなスラブっぽい内声の音がするのが素敵ですよね。四分音符と四分音符アクセントまでついて、今度は左手にさりげなくね、これもトニカね、この前の和声よりも落ち着いてるという意味で四分音符ではない左手に八分音符として短めにねアクセントをつけてるというショパンの和声感が読み取れる気がします。8部は3連符でアクセントがついて、ここで変わる9符があって3連符です。9符で3連3連、これ間違いないで、9符で3連3連で、同じ四分音符でアクセントで、ここはもうねしつこいからなくなります。アクセントなしです。でセンプレ何かというと、先へ行きましょう。センプレディミヌエンド見えてますね。どんどん小さくなって、ここがねなんとねわかります。もちろん踏みっぱなしでも良さそうなんですけど、こちらのねエキエルバナショナルエディションによると、あとですよ、ここで踏み替えるね、このバスの音がある普通の綺麗な響きっていうのと、バスがなくなるちょっと高い音になった、明るく高くなってる音をね、で蝶々の響きなんですよね。それを表現したかったらしいです、このペダルを。本当にで結局ね、長調かな短調かなどっちかなって言ってね、短調へと向かっていくという、それをねペダリングで表現してると読み取っていいんじゃないかな。短調の響きで長調の響きティドラレンタンドゆっくり、あららららららね、まあそう左手と右手が入れ替わってね、上がっていく左手、降りていく右手、最後この辺りではペダルをなくすってなってますね。ゆっくりしながらペダルがなくなる、右手の孤独感を感じ取って、はい、テーマに行きます。アクセント書いてないけど相変わらずの、ね、伸ばしておく音とトニカで、ペダルに注意です。ペダル、ここでね踏み替えたくなるかもしれないけど、絶対なぜか長いんです。同じ和声を感じ取って、しかもなんだか左手にもメロディーがついてるのかペダルだけど、ここは間があります。ちゃんとね完全に音がなくなる瞬間を聞き届けて、ペダルアクセントペダルで、ここは間がないですからね。なんとねここでパッてね同じようにやりたくなるんですが、ではないんです。なんとショパンは長いペダルを書いてます。ここも踏み替えちゃダメ。長いペダルのまま踏み替えないで、なぜかねこんなに大きくなる。でこの後これがねもう書きたくなった。はい、間があります。どこだっけ、間がないんだよ。ここだけか。はい。そしてここにも間がある。でこの後はね
この2つしか間がない。その前冒頭なんてたくさん間があったはずです。それをね、このサオ・ショパンは考えてるんです。この不気味な間がなくて、長い音長い音長い音で、何が待ってるったらこのフォルティシモが待ってるわけですよね。この間が少ないということに、そのショパンの意図を受け取りたくありませんか？不気味な間がねあるけど、不気味な間がなくて、しかもなんか大きくなってきたぞ。ここが最後の間。さあ明るくいきましょう。ペダルでね、これもちゃんと伸ばしておく。間がないですなんですよね。最後にはこの後でやるか、順番にやりましょう。間がいっぱいありますからね。最後3回目に出てくるテーマ。2回目は間がないです。フォルテからペダル伸ばしたまんまペダル左手の和音が付け加わったのかな。もうとにかくどんどん盛り上がって、はい、中間部第2テーマはもうなんでしょう、もうで、ここで大事なことがあって、これね、弾くの難しいっていう人と、これがあった方が楽という人と見えるのかな。この右手、このね、レミレドレファミレミレドレ、これをね、軽々とね、オクターブのメロディーを奏でるコツとして、ショパンが不転全音符、2の指を、わかります？これ、支えにしたままレミレドレファ、ちゃんと、はい、伸ばすのは義務というか、支えである。これがショパンの演奏法です。伸ば、支えを感じながら内声の、ごめんなさい。支えを感じて、はい、というふうに弾くのが、この場所の正しい弾き方となります。もう和声のことは秘密。はい、長いペダルでしっかりと歌い上げましょう。和声のことは今日は言わないんで、アクセントでなんだっけ、ここのこれもね、ファバサバ、もうファバサバ下からぐるっと回すデュボアをやっていいと思ってます。で、次がまさに楽譜通り書かれたデュボアってさっき言ったのを思い出してくださいね。下から回す装飾音で、そうだろう、ファソラセドレミファソラでしたっけ。音が毎回違うのでね、毎回違う音階をしている。装飾音ですね。ぐるんと回らして、でアクセントからゆっくりぐるぐる回して、で今度は後鍵でフォルティシモ、大きな音で落ちてでペダルは踏みっぱなし、同じ全部ごめんなさい、こういうね、印象派みたいな音がしています。この和音をもうディミネンドしながら、さあ難しい中間部が始まります。どんどんいきますよ。はい、1時間以内に終わるんだろうか。今一度この先も知りたいですか。どんどんいきます。どうぞ応援よろしくお願いします。ペダル書いてないです。でペダルで離すという風になるわけですけれど、届かない人はペダル踏んで、でも給付がペダル離す、ペダルこの給付支部給付ね、ここ
ペダルを下手にって言っちゃった。ごめんなさい。でもね、使わないで。短い音、四分音符、スタッカートではないけど、ね、というこういう音をショパンが望んでいるようです。で、伸ばす。で、これも、これ、だらしなく伸ばしっぱにしないように、パーッとね、離してあげる。1つつ2つ四分音符、あれで、ペダルで、難しいところですが、悔しいな。難しいですけれど、ここはもう、ペダル、その履くごとに踏んでいく。ってことにしようかな。で、どうしようかな。ここなんかね、案外、もう軽くて速いからペダルなくしちゃっても、ごめんなさい、外すな。この給付を聞いて、ペダル、給付を聞いて、ペダル、給付を聞いて、ペダル、離す、給付、アクセント、給付、結構ね、スカッとこうね、給付の音が聞こえると、より軽やかさが増す演奏になります。よく指を鍛えるっていうか、ごめんなさい。難しいですね。はい。はい。給付が聞こえるようにするのがおすすめ。ここも難しいけど、大事なのは四分音符。この内声、ちょっと間違えたかな。四分音符。これを転調、ドミナントと、トニカからドミナントかな。転調で、フィスモールのドミナント四六にダーン行き着く。という、この四分音符に気をつけましょう。バタバタだけ弾かないで、四分音、しぶしぶ、ごめんなさい。しぶしぶで、ってなるわけですよね。で、もちろん同じ和音だから、踏み替えないで。そうなんだよな。ランタタッタッタッタ、ランタタッタッタッタ、ランタタッタ、ランタタッタリラ、ランタタッタララっていうのは、やんちゃっちゃ、ランナンタタッタ、タンタタッタ、ランタタッタ。ここにはね、スケルツォンの要素があると言っていい。ショパンの集大成って私言ったんですけれど、この曲はね、スケルツォンの要素があったりたら、ラッタララタッタラタッタワルツの要素があるというふうに、変ないたずらしちゃった。ワルツの要素あり、スケルツォンの要素あり、あとノクターンの要素あり、そういうショパンの集大成ということでいかがでしょう。でも、はい、踏みっぱなしですね。もう終わりまでいくぞ。はい、ペダルルルルで、もうここも絶対踏み替えないです。同じ和音で、フォルツァード。ごめんなさい、間違えた。はい。ここもね、
ペダルが可能ならこのレガートで演奏可能です。なのでなるべく細かい音がよく聞こえるようにペダル使わない方がね、レジェラメンテか書いてますよね。はい。あんまペダルを多く使いすぎないことが おすすめです。で、ペダル違う、なんだっけ、ここで話す。1つつ、なんだか、1つ、2つつ、3つつ、4つつ、1つつ、2つつ、3つつ、4つつ。そう、このペダルを離す瞬間に拍感が作れるんですよね。1つつ、2、3、4、1、2、3、4。これは短いのか。拍感を持つわけです、ペダル。ね、ショパンがそれを意図してます。1、2、4、1、2、3。ちょっとうまく弾けないけどごめんなさい。先行っちゃいます。長いペダル使って、ペダルを使って。で、ここ難しいでしょうけど、慣れちゃえば。まあ慣れてしまえば、ペダルはちゃんと使ってぐるるるクレッシェンドしてでデュボアっていう風に弾くのが私はおすすめかな。全部あらゆるところでそう弾いてってショパンが望んんでるそうなので、あとはねちょっとソシャープがソフラットに変わった。ちょっとねペダル踏み替えることがね必要じゃないかな。ポルタートもついてるからペダルなしにはできない。ペダルちゃんと一瞬聞き届けましょう。でアクセントでそっか間違っても踏み替えないようにここもね足もう手に勝手にね踏み替えちゃうと思います。我々の手と足って連動してるから。でも和声を考えるともちろん同じ和音でもう踏みっぱなし。これがショパン芸術、長いペダルの響き踏み替えないで踏んでデュボア6連と4連間でここでっていうタイミングになるそうです。もう絶対ルバートしながら弾くから。で8分3連符まあね話せって言ってるんだからね話すこともできます。するとねすっきり聞こえるかもしれない。メロディーがペダル離す間違えた。ペダル8分離す3連離すで踏んだままここはね四分音符という内声がいる。そのままにでなんだっけ3連か3連で離すペダルあとは伸ばしたまま3連符と2連符をちゃんと音の長さを間違えないように大きくなって単調に行き着く。ペダルを離すディミヌエンドラレンタンとここです。右手の孤独を感じます。この曲は孤独なショパンさんの人生観が現れています。ペダルを踏み替えるんですよね。ペダルを踏み替えてで離して一人きりのショ
パンのミフラットを感じて、ここまでゆっくりしないけど、もう今日は特別ペダルなしでね、孤独をそう表現。はい。おしまいへ向かって伸ばしてる音とね、例によってね、一人きりで、ここね、ここに唯一あるアクセントは帰れないの。きっともう自分が祖国に帰れないことをね、痛感して、もう決定的に分かってしまった瞬間ではないか。その後も帰れないのかな、帰れないよ。これはね、帰れないというショパンの思いを感じ取るのはどうかと。もう一回、一人異国の地にいる不気味な間で帰れ、唯一のアクセントしっかり感じ取りましょう。で、不気味な間があってアクセントなしです。で、フォルテで踏み替えて間があって、踏み替えてペダル書いてない、見えてるかな。でもここはポルタートがあるから、ポルタートの和音でペダルを踏む。だから離して、届かないでしょうね。ペダル踏んで、届く人はこれ9度が届くなら、ペダルなしで指で伸ばしておいて離す。9分不気味な祖国との縁が切れて、もう縁は切れたでっていうね、わかります。この全部です。この給付が表現できなければ、この曲のショパンのバラード悲劇です。祖国に帰れない英雄の悲劇を表現する。それを楽譜から読み取るというのはこういうことだという説明をこの動画を通して皆様にお伝えしたく、なるほどと思っていただけましたら光栄ですね。クレッシェンドフォルテです。3連符5連符と4連符というわけで、今残念、ちょっと失敗した。もうペダルを長く使って全部離して全部アパッショナータイルピフォルテポッシービレ。時々書きますね、ショパンのもう痛々しいまでに可能な限り大きな音で、さらば我が故郷、さらば我が故郷をにと。今聞こえてるのかな。はい、こうだ。で、大事なことはここのペダリングが本当に難しい。ペダルなし、ペダルなし、ペダル、ここまでいけば少し変わる、弾きやすくなるんですけど、ここ2拍子ですよね。1、2でペダルなしに1234この左手のみで練習することを強くお勧めしますでね。2拍子をここの拍子感、ちょうどペダルとペダル拍子はい1234この拍感間違えないようにペダルも
この通り行くことで拍感がこの狂って踊り狂う英雄の踊り狂ってね、そして地獄へと落ちていくんです。1、2、3、で、ここペダルなしでいけるかな。ナポリでペダル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 こうなるんですよね。難しいですよね。アクセントおしまい。ドミナントトニカでナポリのアクセント、ナポリ感じてペダル使うんですよね。ペダル使ってドレミ、この2分音符を一応頑張りましょう。ペダルでペダル書いてないけど二度と戻れないって歌ってるように聞こえるような、だから痛い仕方アクセントで歌いましょう。この親指のメロディーをでペダルサブドミナントとにかくカデンツでおしまいになってるということになるのかな。はい、アクセント、このアクセントすっごい難しいんだよな。アクセントでおしまいでショパンがねペダル書くことを諦めている。だけど同じ和声だからこれ踏んでていいかな、これも踏んでていいかな、踏んで次の和声で踏んで、でここまで踏んでいいかなでクレッシェンドってことはちょい小さくして四分音符はペダルが必要で、ここスタッカートなんです。これペダルなしをおすすめします。ペダルアウトペダルなしペダルごめんなさい、ペダルなしペダルなしペダルなしでペダルという風にねスタッカートが聞こえるようにすると成功するんじゃないかな。でこの先はペダルが難しい。ドシシラアクセントで次は5の指上とねメロディーが移る。アクセントごめんなさい、先行きます。長いペダルもちろん落ちていく。地獄へ落ちてペダルなしペダルですよね。ここからペダルなしで弾けます。見えてるかな。こうしないと見えないかね。不気味な半音でこのレの音、そんな生優しい音楽ではないんです。ブツッと切れるバスの音。一人舞い上がっては公主台に登ってそこから落ちるんですか。公主台じゃない、なんだ、釣り上げられて落ちてゆく英雄。その時にね足元がなくなるんです。足元のレはねなくす。足元のない半音階でさこれは有名な話なんですけれど、ここが8分音符みたいに書いてちょっとゆっくりめなんですって。でここから一気に倍の速さで落ちていくみたいな、ここのスピード感を変えることが大事なんですって。で2拍子であることを忘れないで、12122とゆっくりして123
4、2とで1、9分1、2、3、4であっちゃらるんだぞ、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、8倍やればいいかな。2拍子であることを忘れずに最後まで弾いていきましょう。以上となります。ありがとうございました。お聞き苦しい点多々はあったかもしれませんが、バラードを弾かれる皆様のお役にこの動画が立ちますことを心より願っております。ショパンの楽譜、エキエル版の楽譜、最後にこの日本からの出版、私は翻訳の問題があるというふうにね、巷では言われていますが、ちょっと残念なこともあるのかもしれませんが、この楽譜の譜面自体にはエキエル先生が今節丁寧に隅から隅までショパンの研究をして、ショパンの意図が反映された素晴らしい楽譜だと思いますので、どうぞね、こちらの楽譜、どうかね、この動画が楽譜映しちゃうことで著作権侵害ではなくて、この楽譜を映すことで勉強して、この楽譜が欲しいと購買意欲をそそるようになって、侵害ではなくね、私の動画どれもそうなのでね、本当に怖いんですけれど、でもどうか皆様のお役に立ち、皆様誰の迷惑にもならずにということを願っております。声が弱くなってる。本当に最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画でもまたご覧くださいませ。他の動画でまたお会いしましょうなんていつも言っちゃってるけど、以上です。